こんにちは。こんにちは。エアリギター YouTube チャンネル、本日もご視聴いただきましてどうもありがとうございます。今回ですけども、先日の原稿化の動画に引き続き、立石くんに来てもらって、動画を1本撮っていきたいと思うんですが、前回の原稿化の方もありがたいことに本当にたくさんの人に見ていただいて好評で、本当ですね。よかったね。本当ですね。でも実際ね、これ見てちょっと原稿化頑張ってみますみたいなコメントもあったりとかして、それは本当に嬉しかったですね。嬉しいですね。という感じで初心者の方でもなるべく分かりやすく伝えれたかなとは思いますけども、そんな、前回の原稿化に引き続き、さあ今日は何をやっていきましょう。はい、今日はチューニングをやっていきたいと思います。はい、まずそのチューニングがちゃんと合ってないギターで弾いてしまうと、弾き方が正しいのにちゃんとした音が出ないっていうことになってしまいますので、まず最初にギターを弾く前に毎回やるべきことだと思いますので、この動画を見ていただいて、毎回チューニングする習慣をつけていただけるとありがたいなと思います。あれやね、そのチューニングの仕方によっても弾いていく上でのチューニングの安定性も変わってきたりするもんね。そうですね、ちょくちょくコツなんかもあったりして、その辺もなるべく説明していければなと思ってます。もっと言ったら多分その弦交換の弦の巻き方とかでもチューニングの安定性っていうのは多分変わってくると思うので、なんでその前回の弦交換の動画と合わせて、見ていただけると一番いいかなと思います。はい、というわけでじゃあ今日も、チューニングのやり方を、解説してもらいたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、それではチューニングの解説を始めていく前に、最初に知っておいてもらいたい基本的な情報を説明していきたいと思います。まずギターの弦の名前なんですけども、一番構えた時に一番下にあります一番細い弦が1弦で、順番に2弦、3弦、4弦、5弦、6弦というふうにだんだん太くなっていきます。で、この弦ごとの音も一番下の1弦が一番高くて、この太い方の6弦に行くほど低くなっていきます。ちょっと弾いてみますね。このギターの基本的なチューニングは音が決まっていまして、低い方の6弦から E、A、D、G、B、E という風になっております。ギターの音階とかの表記は基本的にこのアルファベットで、アメリカ式ですかね、の表記が一般的になりますので、このまだ馴染みがないという方は、ドレミファソラシドの方が慣れている方が多いかと思うんですけども、せっかくですのでこの ABCD の方で、覚えてみてください。はい、じゃあ早速、チューニングの様子をちょっと、解説してもらいたいと思うんですけど、今日はどういった形でチューニングしていくことになるんでしょうか。はい、今回はチューナーを使ったチューニングの方法を解説していきたいと思います。今回は動画を見ていただいている方と同じ画面で説明したいなと思いまして、なるほど。すごく最近普及していますけども、スマートフォン用のチューナーの無料のアプリを使って解説していきたいと思います。チューナーのアプリってすごい種類がいろいろあるんですけども、アプリごとに例えばギターモードとかウクレレモードとか、いろんな、楽器ごとの専用のモードがあったりですとか、あとはチューニングを合わせるときにこのメーターがあるんですけど、その針の振れ方とかが結構ものによって違ったりするんで、慣れてきたらご自分に合ったアプリなりチューナーなりを探してもらうといいかと思います。それでは実際にアプリの画面を見ながら説明していきたいと思います。まずはこの画面の方でこの1個だけ入っていますボスのチューナーのアプリですね。これを開いていきます。はい、そうしますとこのそのまんまやですね、ボスのこのペダルチューナーをそのまま再現したこの画面になるんです。もうこれだけでちょっとテンション上がります。上がるね。テンション上がるんですけど、今回見ていきたいのはこの上半分のところなんで、横向きにしまして、そんな変わるんやね。ですね。ではまずちょっと画面の説明をしていきたいと思います。今鳴らしましたら、この画面の中央のちょっと下の方の大きな窓のところに D と出まして、その少し上にちょっと赤く光ってるメーターがあると思うんですけども、そこが真ん中より少し左のところで
点灯しているのがわかるかと思います。これは今鳴らした音に一番近い音がこの D というところに表示されているんですけども、今はこの D に一番近くて D よりもちょっと左にメーターがありますのでちょっと低いですよという意味になります。でこのまま、チューニングを上げていきますと、この D のメーターが右の方に行き、真ん中に行って合いましたよってなって、そこも超えて上げていきますと、今度は E という音が、音っていうのは順番に D、E、F っていう風に順番に上がっていくんですけど、6弦は E の音に合わせたいですので、このまま音を上げていく必要があるんですけども、この時にこのギターの弦がヘッド側で巻きつけてあるこのペグというパーツがあるんですけども、このペグのつまみの部分を左側に回してやると音が上がっていきますね。今右の方に来ましたね。上がりましたね。で右に行ってどんどん上がっていきまして、これあれはね、D の下に点がついたのはシャープ。そう、それがすごく大事で大事やね。チューナーによって表示の仕方が多分違うよね。この点の表示もあったら、そうですね、はい、シャープの表示もあったりですね。これは気をつけてもらって、例えば今 D に合わせようとしてて、D の真ん中でこれであったと思っても、これは D シャープですので、これは D じゃありません、ね。これはもう気をつけていただきたいですね。例えば半音低いとか半音高いとかね。今オレンジ色の三角形が画面の上の方の左側で光ってると思うんですけど、これも音が低いですよっていう意味の三角形になるんですけど、結構画面の表示が簡易的なチューナーの場合ですと、このメーターがなくてこの三角形とアルファベットだけっていう表記のものも結構ありますので、この三角形も音の高い低いを表しているということを理解しておいてください。これ今画面の下に 440Hz って書いてあるよね。そうですね。ここの部分をいじれるチューナーがあって。ありますね。そう。で、基本は440で合わせるのが基本なんですけど、たまにここが441とかありますね。なんか多分知らないうちに触っちゃって、変わっちゃってる時があるんですよ。はい、実際自分もそれを目の当たりにした経験があるんですけど、ありますよね。それは何回やってもチューニングが合わんって言って見てみたら、ここが狂ってるっていう。自分もそれは経験がありますね。これは440に合わせてもらうように気をつけてください。はい、それでは実際にチューニングの方を合わせていきたいと思います。まずは6弦を合わせていきます。今は D の右下に点がある状態ですので D シャープですね。ですので6弦は E に合わせたいですので D を上げてやって、このメーターが振り切って次に E が出てきますので少し上げていってやります。E に振り切ったら E が出てきましたね。今は E よりもちょっと低い状態ですね。でこれを真ん中に合わせてやります。合わせてやるんですけれども、ギターのチューニングって1回ではなかなか合わなくて、2回3回とやっていく必要がありますので、最初は1メモリ2メモリずれてても気にせず進めていきましょう。最初は楽にですね。はい。ギターのチューニングをするときに、次は5弦を合わせたいので5弦を弾くんですけれども、結構この弾いてる以外の弦が共鳴してしまって鳴ってしまうということがありますので、この時に他の弦の音が鳴らないようにこうやってちょっと触ってやると音が鳴らなくなりますので。ピックを持って普段チューニングしてる人やったらどうやってやったらいいんやろう。そうですね、その場合は、ピックを持ってやって、その場合は左手で使わない弦を全部触ってやって、合わせたい弦を弾いてやるという、こういうやり方でやりやすいかと思います。はい、それでは5弦を続けて合わせていきたいと思います。今はまだ F シャープの音ですので上げていって、今は G になりましたね。まだ A まで上げたいですので G の後に A が出てきますので上げていってやって真ん中に来るまで上げてやります。多分最初はこれも
こんなに巻いて大丈夫かなって不安になるよね。わからないですよね。この、回し具合が本当に切れたらどうしよう。感覚をつかむまではよくわからないと思いますので、最初はもうゆっくりやっていってください。はい、では5弦が大体合いましたので、次は4弦を合わせていきます。この4弦に限らずどの弦もなんですけども、チューニングを合わせるときは低い音から正しい音に上げて合わせてやるということを気をつけてもらいたいんですね。というのも、下げて高いところから下げて合わせてしまうと、今あったと思ってもどうしてもギターの構造上弾いてるうちにチューニングが狂いやすくなってしまうんですね。ですので高いところから今あったんですけど、この場合は一旦正しい音よりも下げてしまって、大きめに下げてしまって上げてチューニングを回してやるという、必ず巻き上げるところでですね、合わせる。低い音から正しい音に合わせてやるということが大事ですね。これは結構チューニングの安定性に関わってくるところだよね。そうですね。で、順番に次は3弦いくんですけど、で3弦とかを合わせるときに、自分がもう始めた頃によく間違ってたのが、6、5、4とこういう順にいって、3ここだと思ってここを回してしまって、3弦弾いてるのにいくら回しても違うつまみなんで合わないんですで、これで上げすぎて切ってしまうというのが昔ありました。あるね。まあこの順番間違ってなくても、なんか弾く弦間違ってたりとか、あるある。なんか触るペグのつまみを間違ったりですとか、結構あると思いますので。4弦とか5弦とかでもよく間違えるもん。ですので、慣れないうちは本当にこの今どの弦を弾いていて、どの弦のつまみを持っているかというのをしっかり確認してから進めるようにしてください。はい、これで1弦から6弦まで大体合わせてやったんですけども、まあ1回チューニングをしても、ギターっていうのは6本の弦でこの結構の力で引っ張ってますので、どれかの弦の音を上げて張りを強くすると他の弦が緩んだりしますので、最初に合わせた6弦とかは多分下がっているかと思います。これくらい今下がってますね。なので一通り6弦から1弦までやったら、もう一回6弦から順番に合わせていきます。意外となんか二度手間のような感じがするけど、これが一番効率がいいっていうか。そうですね。なかなか1回で合わせようと思っても合いませんので。ある種不可能だよね。1回でバシッて合わせるっていうのは。できる人いるんかな、ね、ちょっと6弦高めに最初からしといてみたいな。ああ、そういうの狙ってな。なかなかそれは出会ったことないな。やっぱりちょっとずつ下がってますので、合わせていきます。で、2回目はさっきはちょっとぐらいずれててもいいかなっていう感じで合わせていったんですけど、2回目からは正確に合わせていきます。どうしてもチューナーによっては真ん中でピタッと止まらずに、ちょっとずつこの横に動いたりすることもありますので、基本真ん中に合っていればいいという感じでやっていきます。弾いた瞬間の音っていうより、この伸びとる余韻の音で合わせるっていうイメージだよね。はい。その方が音は安定しているはずですね。いいですね、これで、2回やったら大体合ってるとは思うんですけど、確認のために3回やっていきます。いいですね。いいですね。はい。いいぐらいですね。ちょっと高いですかね。高くなった場合は1回下げてやって合わせていきます。はい。
これで3回やったらバッチリチューニングが合いました。あとは思う存分ギターを弾いてやってください。ちなみにさ、はい、立石君は、今解説のためにこうゆっくりじっくりやってもらったんやけど、毎日仕事で10本20本とチューニングしてるわけやんね。そうですね。そんな人が解説じゃなくても本当に普通に普段通りやったらどんな感じで？そうですね、そういうのもじゃあいつもの感じで慣れたらこんな感じでチューニングできるようになるよみたいな。そうですね。ちょっと見せてもらってもいいかな。じゃあちょっとやってみたいと思います。適当に下げまして、で全部慣れてくると全部チューナーでやるよりも最初、ちょっとやってみますね。はい、最初ざっくり合わせまして実音で合わせていきます。もう全然違う、手つきがざっくり合わせまして、で2回目からチューナーでやって、最後は社長いきます。いかに最初の大体のチューニングを素早くいくかが重要だと。早かったね。こんな感じで。はい、というわけで今日はチューニングを解説してもらいましたけども、はい、何を最後のブン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 ってやつ、もうそれは毎日やってますからね。多分見とる人はちょいってなったと思うよ。今回こうやって立石君に、弦がちょっと緩い状態のね、最初の状態からだからその弦交換をしてそこからチューニングを次やるみたいな体で、解説してもらったんですけども、結構分かりやすく解説してもらえたと思いますけど、参考になってると嬉しいですね。嬉しいですね。はい、これを見ながらぜひぜひ皆さんも実際にチューニングを合わせてみてもらって、チューニングのコツをちょっとでも掴んでもらえたら嬉しいなと思います。はい、はい、というわけで、今回の動画はこの辺で、終わっていきたいなと思います。また、何か、質問とかあればぜひぜひ、コメントいただければと思いますので、お待ちしております。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。